皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日のポッドキャストでは、日本に来たら絶対食べるべき料理10選を紹介したいと思います。はい。このね、10選とか5選っていう表現の方法をよくするんですが、選というのは漢字で選ぶと書きます。なので、私が10個選んだ料理ということになります。はい。もし皆さんがもう何度も日本に来ていて、いろんな料理を食べたことがあったら、きっと今日出てくる料理は当たり前のものかもしれません。でも、いつか日本に行ってみたいなとか、今度初めて行くよみたいな人からすると、はい。実は知らないこともあると思うので、よかったら最後まで聞いてみてください。日本人も大好きなもので、きっと外国人の皆さんにも美味しいと思ってもらえるものじゃないかなと思います。はい。それでは、まず一つ目、お寿司です。はい。お寿司なんて当たり前じゃないかって思うかもしれないんですが、皆さんが自分の国で食べているお寿司とは全然違います。きっとカリフォルニアロールとか、サーモンのお寿司とか、なんか辛いソースがかかってたり、揚げてみたり、いろんなアレンジをしたお寿司を食べたことがある人も多いと思うんですよ。でも、日本のお寿司はもっとシンプル。めちゃくちゃシンプルです。はい。もう、お寿司じゃない、お米とお酢、あとは、そのネタと呼ばれる魚と醤油だけなのでね、とってもシンプルな味なんですよ。でも美味しいということは、やっぱりお米とね、魚が新鮮で美味しいということです。ぜひ、いろんな場所で食べられるので、食べてみてください。はい。そして次、ラーメン。はい。ラーメンもみんな大好きですよね。世界中にラーメンのレストランってあります。で、少し前にラーメンについてのポッドキャストも出しました。その時に、日本のラーメンのベーシックインフォメーションを説明したので、そっちも見てほしいんですが、ね、麺の硬さを選べたり、あと替え玉っていうおかわり制度があったり、いろいろ体験としてラーメン屋さんに行くって楽しい。美味しいのでね、ぜひぜひ皆さんにも行ってほしいなと思います。最近は家系ラーメンとか二郎系ラーメンなんかもすごく流行っていて、野菜がもうすっごいいっぱい入ってたり、味が結構濃い、なんかガツンとくるって言ったりするんですけど、すごいニンニクの味がしたり、いろんな本当に種類のラーメンがあって楽しいのでね、ぜひ食べてみてください。はい。そして3番目、とんかつです。はい。もうとんかつめちゃくちゃ美味しいですよね。私も最近、日本にね、パラグアイから一旦戻ってきて食べたとんかつ最高でした。やっぱこれはね、なかなか海外では味わえない美味しさがあります。日本の豚肉って結構柔らかくて、その上にサクサクのパン粉がついているんですよ。で、とんかつはいつもとんかつだけではなくて、いろんなものが一緒についてくるんですよ。例えばもうこんな山盛りのキャベツとか、お味噌汁とか、お漬物。もちろんご飯。この定食って言うんですけど、セットになっている食べ物
なんでしょう、定食は。とんかつ定食がもう本当に美味しいので、皆さんにもぜひ食べてほしいんですよね。はい。で、次がすき焼きです。はい、すき焼き。これは牛肉の薄切りを使った料理です。はい、牛肉のスライスですね。を使った料理で、醤油とお砂糖をベースにしたタレで、料理して甘辛い味付けのものです。みんな好きな味じゃないかな。で、この野菜とかも一緒にお鍋みたいにして食べることが多いんですが、一つちょっと注意してほしいことがあって、すき焼きではよく生卵を食べます。はい。生卵を割って溶く、混ぜて、で、それにね、その出来上がったお肉とかお野菜をつけて食べます。はい。なので、生卵が苦手な人からすると、ちょっと、なんか食べたくないなって思ってしまうかもしれないです。でも、生卵をつけなくてもすごく美味しい料理なので、ぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。はい。ちなみに私は生卵は絶対つけたい人なので、もしチャレンジできるよっていう人はチャレンジしてみてほしいですね。はい。それでは次は5番目かな ?5 番目。焼肉です。はい。焼肉。またお肉料理なんですが、焼肉はお肉を小さく、これぐらいですね。小さく切って、それをバーベキュースタイルでね、前にある網とかで焼いて、タレにつけて食べるっていう、すごくシンプルな料理です。焼肉は、お肉も柔らかくて、タレも美味しいので、大体誰でも美味しいって言うんじゃないかなという料理ですね。はい。そして、結構多くのお店が食べ放題、飲み放題をやっていたりもします。はい。食べ放題とか飲み放題をやっているお店は、高級なわけではなくて、どっちかというとリーズナブルな値段なので、お肉の質はそんなにすごくいいわけではないです。でも、お腹いっぱい、美味しいお肉が食べれて、いっぱい飲めるというので、とってもね、人気です。皆さんの食べたい、スタイルでね、選んだらいいと思います。はい。で、次が天ぷらです。はい、天ぷら。私大好きなんですけど、これは揚げ物料理です。海鮮の、エビとか、あとは季節の野菜とかを衣をつけて軽い感じで揚げていきます。はい。そんなにとんかつほど、オイリーな料理ではないので、結構、サクサクっとね、食べれてしまいます。うどんや、蕎麦とね、一緒になって出てくることが多いですね。はい。では、次。カレー。はい。カレーは、どうなんだろう。有名なのかな？やっぱインドとかがカレーすごく有名ですよね。日本のカレーは、インドのカレーとは全然違って、よくね、ルーが売っています。こういう、箱に入って、もう水とか、なんて言うんですかね。炒めた野菜とか肉とかに水を入れて、そのルーを入れれば、もうカレーが完成するっていう、日本の家庭でよく食べられているメニューです。でも、たくさんカレー屋さんもあって、ココイチなんかは、日本で一番有名なカレー屋さんと言えると思います。辛さも選べて、全然辛くないカレーもあるし、めちゃくちゃ辛くて、もうほんと
顔から火が出そうな辛さのカレーもあったりします。はい。では次はお好み焼きとたこ焼きです。これはちょっと別々に紹介するか悩んだんですけど、粉物ということで、小麦粉を使った料理ということで、一緒にして紹介します。はい。これはね、大阪でとても有名で人気の食べ物です。でも、全国どこでも食べることができます。小麦粉を水に溶かしたもので、卵とか入れたものを、キャベツとかと一緒に焼いて食べるのがお好み焼きで、丸くね、してソースをかけて、マヨネーズかけてするのがたこ焼きですね。はい。どっちも気軽なスナックっていう感じで食べられるので、ちょっとね、お腹が空いたよみたいな時に便利です。はい。そして次がおにぎり。はい。おにぎりです。これはどうなんだろう。なんか有名なのかわからないですけど、コンビニに行けばいっぱい並んでいますよね。1個150円とか200円以内で買えたりするので、とってもリーズナブルでいいし、今最近はおにぎり屋さんのおにぎりの専門店なんかもたくさん出ています。はい。日本はやっぱりお米をたくさん食べる国なので、そのお米のクオリティをもう存分にトライしてみたい人はおにぎりとってもおすすめです。はい。もうね、シンプルな味付けでお米の甘みを感じることができると思います。はい。そして最後、10個目はケーキです。はい。ケーキね、どこの国にもあるから意外かなと思う人もいると思うんですけど、ぜひ日本で食べてみてほしいです。特にフルーツが乗ったケーキですね。日本ってね、フルーツがとっても高い国なんですよ。例えばマスカットとか桃とかマンゴーとか本当にすごく高いんですよ。で、東南アジアとか南米とかフルーツが本当にたくさん取れる国の人からすると、なんでこんなに高いのって思うと思うんですよ。でも、一つ一つのフルーツがすごく甘くて美味しいんですよ。なので、観光に来た人って、そんなにたくさんフルーツを食べる時間がないので、ケーキにちょっと乗っているぐらいのやつだったら食べられると思うんですよね。で、日本のフルーツが乗ったケーキって、そのフルーツの美味しさを目立たせるように、上手に、マッチするように作ってるんですね。なので、そういう意味で、ちょっと他の国のケーキと違うと思います。はい。で、生クリームのケーキが特に日本は多いんですが、生クリームとフルーツのケーキ、ぜひ日本で挑戦してみてほしいなと思います。はい。では、こんな感じで10個紹介しました。皆さんはどれを食べたことがありますか？また、どれを食べてみたいと思いますか？ぜひコメントで教えてください。また、機会があれば、何回も日本に来たことがある人におすすめしたい食べ物とかもあるんです。はい、ちょっとね、マニアックな、あんまり知られていないような食べ物でもおすすめがあるので、いつかね、動画にしたいと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。バイバーイ。